はい、今日僕がお話ししたいことはですね、ビートルズはなぜマハリ氏の元を去ったのかです。これは映画「ミーティング・ザ・ビートルズ・インド」では触れられなかった部分でして、というのもこの映画の監督兼、主人公の語り手といえる、ポール・サルツマンはですね、マハリ氏の元には11日間しかいなくてですね、リンゴスターと共に、帰国しています。でポールやジョン、ジョージは、その後も、マハリ氏のもとに滞在していて、ビートルズ全員の帰国理由は、物理的にわからないといったような感じなんですね。ちなみに、ビートルズは、1968年2月から、リシュケシュにある、マハリシュのアシュラムに滞在していたんですけれども、まずはリンゴ・スターと妻のモーリンが、10日間で、音を上げて帰国してしまいまして、その、あとですね5週間後に、ポールは、恋人の、ジェーン・アッシャーと共に、帰国しています。でそれから2週間後に、ジョージ・ハリスンとジョン・レノンも、帰国の途に就いたそうですね。でリンゴスターはですね、食べ物と環境に適応するのが辛かったらしくてですね、インドのですね、で子供たちと離れて暮らしたことも、精神的に応えたそうです。でポールに関しては全くマハリ氏の、超越瞑想の教えが当時は、はまらなかったみたいでして、マハリ氏のアシュラムは、ポールにしてみればまるでつまらない学校に通っていたような、感覚だったようです。でジョンとジョージの帰国の理由は、かなりこれは大問題でありまして、ミステリーと言えるところかなと、言えますね。よく知られている理由としては、ビートルズと共に、修行をしていた、女優のミア・ファーローをですね、ハリ氏が誘惑していたというような、噂が出回りまして、それを完全に信じてしまったジョンが、感情的になって、ジョージを強制的に連れてってですね、2人して、極の途に、ついてしまったと。強引に、ハリ氏が止めるのを、振り切ってですね帰ってしまったということですね。でこのエピソードはですねジョンがインタビューで語ったものではなくてですね、セクシー・フェリーというホワイトアルバムに収録されているジョンの楽曲の歌詞から推測されたものなんですね。でそのセクシー・フェリーの歌詞というとですね、インドに滞在した時期に、ミア・ファーローを誘惑したマハリ氏に対する怒りと失望を表現した楽曲なんですね。でこの曲の元々のタイトルはマハリ氏でして、リリースバージョンよりもかなり直接的にマハリ氏をこき下ろしていた内容だったそうなんですね。聞くところによると、F ワード満載のかなり過激な、歌詞だったそうです。ポールからはですね、面白いそれでいこうという感じで、乗り気だったらしいんですけど、ポールは。ジョージからすごく反対されまして、結局ジョンは、ハリ氏を、女性の、セクシーフェリーという架空の女性に置き換えて歌うことにしたんです。で他の理由としてはですね、ビートルズがアシュラムでドラッグを使用したっていうことが、ハリー氏にバレて、追い出されたという、話もあるんですけれども、本当のところは、ジョンがハリー氏の、セクシャルハラスメントに対して、憤慨したことが、ハリー氏の元を去ったっていう、原因なんじゃないかなというふうに思われてますね。ただこれは事実であって、真実ではないかなと思ってます。というのも実はハリ氏はミア・ファーローを、セクハラしているっていう事実は、でっち上げっていうことが、後々に分かってきたんですね。どういうことかと言いますと、このマハリ氏がセクハラをしているっていう噂の発信源となる人物がすごく怪しい人間だったんですね。この発信源となる男はですね、ギリシャ人の科学者と名乗る男、アレクシス・マーダス、通称マジック・アレックスっていう人物なんです。彼はですね1966年に、ジョン・レノンにですね取り入って、彼に気に入られてからですね、ビートルズのさまざまなプロジェクトに参加するようになりまして、映画マジカルミステリアツアーにもそのバスツアーの参加者として、出演しておりまして、ビートルズのインド旅行にももちろん帯同しました。
で、帰国後にビートルズが設立した会社、アップルコアの創設メンバーとして関わってですね、アレックスはですね、エレクトロニクス部門のトップに就任したそうです。で、アレックスはなぜ怪しい人物かと言いますと、それを物語るエピソードがあるんですね。で、アレックスがビートルズのプロデューサーのジョージ・マーティンの目の前で、アビーロードスタジオの設備を酷評してですね、俺だったらもっとすごいものを作れるという感じで、サビルローにあるアップルのビルの地下にですね、作る、新スタジオの建設を、自ら買って出たということですね。で、72トラック録音で、目に見えないバリアでリンゴのドラムの音漏れを抑制、そういった夢の技術をぶち上げてですね、そのスタジオ作りに、巨額の費用を投じたんですけれども、実際にスタジオに行ってみると何一つ完成しておらずですね、とりあえずスタジオとして使われるようになるまで、ジョージ・マーティンと、エンジニアのジェフ・エメリックがですね、かなり苦労したそうなんですね。で、結局、その設備は、完全に使い物にならなくてですね、アビーロードスタジオにある機材を急遽、搬入してですね、ビートルズのちょうどゲットバックセッションの頃ですね、そのセッションを行ったそうなんです。これはドキュメンタリー映画のゲットバックにも、出てきたエピソードでして、トゥッケナムスタジオから新スタジオ、アップルビルの地下にできた新スタジオに移った、ビートルズはですね、アレックスが作り上げたスタジオのあまりのひどさに、言葉を失っているシーンが、見られますね。で、このことが決定打となってですね、アレックスは、ビートルズの新マネージャーに就任したアラン・クレインに、アップルコアから、追放されてしまうと、そんな、悲しい結末を迎えたというわけです。で、ちょっと今回はこれで、終了とさせていただきますので、次回は、ちょっとその後の、いかにアレックスがマハリ氏を陥れたかということの、証言っていうのは結構あるので、それも、含めて紹介していければなというふうに思っております。はい。皆様ありがとうございました。以上です。